今日は神奈川県横浜市南区の愚明寺駅にやってきたのだ。京急本線が通っていて、上大岡駅のお隣にある駅なのだ。愚明寺は横浜市内で一番古いお寺を中心に発展した門前町なんです。丘の上にある京急線の駅と平地にある市営地下鉄の駅の2つがあって、その間を活気あふれるアーケード商店街がつないでいるんですよ。今日はそんな愚明寺をのんびり散策してみるのだ。それでは京急の愚明寺駅から散策スタートです。早速愚明寺へ向かうのだ。駅を出て坂を下ったところにあるはずです。時刻は午前9時半過ぎ。お店はまだ開店前なのだ。駅前はケンタッキーがあるぐらいで、あとは飲み屋さんかな。反対の改札から出れば図書館がすぐの場所にあります。結構急な坂なのだ。京急の愚明寺駅はこうして丘の上にあるわけですが、歩道も狭いし、朝の通勤時間だと大変そうな感じはするね。坂の途中でケバブ屋さんを発見なのだ。まさかこんなところにお店を構えてるとは思わなかったのだ。秋葉原動画でケバブ屋さんを取り上げて以来、やけにケバブと遭遇率が上がってる気がする。こちらのお店も開店前ですね。ちょっと気になるのだ。調べたら11時開店みたいなのだ。実はこの後11時過ぎにこちらをまた通りかかったのですが、まだ開店してませんでした。時間にルーズなのかな。やってれば食べたかったのだ。駅から歩いて2分ほどで愚明寺に到着なのだ。立派な門がお出迎えしてくれるのだ。こちらが愚明寺の仁王門です。江戸時代に建てられたと伝わる門で、左右の仁王像は鎌倉時代に作られたもの。神奈川県内で一番古いとも言われているんですよ。どっしりしててかっこいい門なのだ。両脇の仁王像もなかなかの迫力なのだ。そしてこの愚明寺が開かれたのはなんと奈良時代、1300年近く前なんですね。1300年、想像もつかない古さなのだ。門をくぐってすぐのところにお線香をあげる香炉があります。すぐ横の売店で1束100円で売られてます。せっかくだからお供えしていくのだ。煙を浴びるとご利益がありそうなのだ。香炉の周りには赤いよだれかけの六地蔵さんも並んでいますね。さて、正面の石段を登って本堂を目指すのだ。途中にお地蔵さんがありますね。こちらは身代わり地蔵です。京急電鉄が会社の100周年を記念して奉納したお地蔵様なんですよ。自分の体の悪いところと同じ場所をさすると良くなるって言われてるのだ。だからたくさんの人にさすられて表面がツルツルに光ってるんだね。階段を上りきるといよいよ本堂なのだ。ここでもお線香をあげられるんですね。この愚明寺、元をたどると1000年以上昔、疫病が流行った時に人々の平安を願って開かれたお寺なんです。すごい昔から健康や厄除けを願う場所だったのだ。鎌倉時代にはあの源頼朝が幕府の祈願所に定めたお寺で、昔からずっといろんな人の祈りを受け止めてきたんですよ。そんなに広い敷地じゃないけど見どころがぎゅっと詰まった場所だったのだ。次に向かうのはすぐ近くの愚明寺公園です。実はその公園、もともとは愚明寺の境内だった場所なのだ。お寺の裏山がそのまま公園になったんですね。公園に入るには線路をまたぐ歩道橋を渡るのだ。この歩道橋、なんだかいい雰囲気だね。親柱に愚明寺古線人道橋と刻まれています。橋の真下を京急の電車がビュンビュン通っていくのだ。ホームまで丸見えの眺めなのだ。橋を渡るともう公園の中です。思ったより草木が伸び伸びしてるね。ちょっとワイルドな感じなのだ。でも緑が多くて気持ちはいいのだ。展望台があるみたいなので一旦そこを目指そうと思います。多分こっちだと思うけど、展望台だし登る方向に行けば着くと思うのだ。ちょっとした広場がありました。これすぐにピンときたのだ。健康器具なのだ。南町田グランベリーパークの動画でも登場したのですぐに分かったよね。この先の道は広くなってるからいいお散歩場所になってると思うのだ。案内板があったので見ていきましょう。
展望台まであと100メートル少々かな。今回は寄らなかったけど、反対側には子供の遊び広場もあったみたいなのだ。意外と広い公園になってるのだ。あそこにすごく大きな木があります。これはご神木だったりするのかな。それらしい案内は見当たらないから由緒はわからないんだけど、とにかく立派な木だよね。思わず見上げちゃう大きさなのだ。走行しているうちに展望台広場が見えてきました。開けた広場に展望台が立ってるのだ。そんなに高くないから階段でも楽々登れそうなのだ。せっかく来たのだからもちろん登っていきます。見える景色が楽しみだね。おお、いい眺めなのだ。あいにくの曇り空なのが残念だけど、みなとみらいの大観覧車まで見えるのだ。ランドマークタワーもバッチリなのだ。横浜の街がぐるっと見渡せますね。ここまで登ってきた甲斐がありました。そしてこの公園、すぐ近くに図書館があるのだ。それじゃあ展望台を降りてその図書館にも寄ってみようと思います。案内板があるので図書館への道を再確認するのだ。展望台広場から伸びる道の途中、そこの小道を入った先にあるみたいですね。多分この階段かな。間違ってたらまた登る必要があるのは勘弁してほしいのだ。どんどん深い森みたいになっているけど、でも図書館っぽい建物がありますね。よかったのだ。あれが横浜市南図書館なのだ。しかもこの南図書館、横浜市内にたくさんある図書館の中で一番駅から近い場所にあるそうです。それはすごいのだ。どのくらい近いのだ。京急の愚明寺駅のまさに目の前なんです。私たちが降りた階段と反対側にある階段になります。ホームに電車が入ってくるのが見えるくらいの場所だったのだ。しかも屋上はプールになっています。夏休みになったら子供たちがたくさん集まってきそうな施設ですね。早速図書館でお邪魔していくのだ。お休みでした。ちゃんと休館日を調べてたのに特別整理だったのだ。そこまでは調べてなかったのだ。ここで一息つきたかったんだけどね、タイミングが悪かったです。仕方ないのだ。近くに喫茶店があるみたいだからそこで休憩させてもらうのだ。駅と踏切を横目にまっすぐ。 Google マップによるとこの先にお目当ての喫茶店があるはずです。この辺りは住宅街の中の道って感じがするのだ。歩道と車道が分かれてないもんね。人が少ない午前中だけど歩くのがちょっと大変です。喫茶店が見えてきたのだ。パーラー泉。なんだか昭和の香りがプンプンするのだ。店先の食品サンプルがいい感じです。まさに昔ながらの純喫茶の装いですね。注文したのはブレンド。しっかり苦みの効いたコーヒーなのだ。ミルクと砂糖を少量入れさせてもらって、これぐらいが好みなのだ。常連さんがのんびりくつろぐようないい雰囲気。店内は静かにジャズが流れていてとても落ち着く空間でした。喫茶店でいい感じに時間を潰せたので、今回の目玉の一つ観音通り商店街に向かうのだ。時刻は午前11時を過ぎたところです。商店街のお店が目覚める時間まで待ってました。愚明寺の門前まで戻ってきたのだ。門の向かい側に見える商店街のアーチがずっと気になってたのだ。こうして遠くから見てもとても目立つよね。早速向かいましょう。屋根があるのに意外と明るいのだ。ガラス張りの天井から光がたっぷり入ってくるんだね。アーチの骨組みがずっと先まで続いています。頭の上にはカラフルな吹き流しの飾り。七夕みたいで賑やかなのだ。実際撮影日は七夕の少し前でしたからね。それに足元のギザギザした石畳も素敵ですね。歩いているだけでワクワクしてくる商店街なのだ。こちらの商店街は横浜で一番古いお寺愚明寺の門前町として発展してきました。戦争の空襲も免れて戦後は下町の台所としてにぎわってきたそうです。戦火をくぐり抜けた歴史ある商店街なのだ。最初にアーケードができたのは昭和31年。
当時は東洋一とも呼ばれたそうですよ。東洋一、きっとすごいにぎわいがあったはずなのだ。今のアーケードは全長312メートル、およそ130ものお店がずらりと軒を連ねています。端から端まで歩くのが楽しみな場所なのだ。雨の日でも濡れずに歩ける全天候型なので、テレビや CM の撮影にもよく使われる商店街なんだそうです。レトロな雰囲気がありつつも綺麗でにぎわいもあるロケ地になるのも納得なのだ。天井からマジカルラブリーの野田クリスタルさんの大きな横断幕がぶら下がってるのだ。お笑い芸人さんですね。この南区のご出身で、グミュージ観音通り商店街のふるさと大使なんです。地元が生んだスターってことなのだ。この横断幕かなり目立ってたのだ。商店街のちょうど真ん中あたりでアーケードが川をまたぎます。赤い欄干の橋がかっこいいのだ。それに川の上であってもアーケードが途切れてないのはポイント高いのだ。こちらが観音橋、大岡川に架かる商店街の本線の橋です。橋の上から見た川、意外と澄んでるのだ。この大岡川沿いは横浜でも有数の桜の名所なんですよ。観音橋は川沿いに続く桜並木のスタート地点なんです。春には桜のトンネルになるのだ。それは絶対綺麗なのだ。そしてすぐ隣にもう一本の橋があります。こっちは桜橋なのだ。なんだか欄干の形が変わってるのだ。よく見ると欄干がベンチのようになっていて、座って川を眺めながら一休みできるんですね。それこそ桜の時期なら取り合いになりそうな良き場所なのだ。川を渡った先にあるのは八百屋さんにお惣菜屋さん、やっぱり下町の台所って感じなのだ。かと思えば、こんなにおしゃれなお店も。ユニドーナツ、真っ白で可愛いドーナツ屋さんを発見なのだ。生食感を売りにした生ドーナツっていうお店なんだって。昔ながらのお店と新しいお店が入り混じっているのがこの商店街の面白いところですね。こっちのお弁当屋さんはとにかく安いのだ。三代目重蔵さんですね。名物のタコ飯がなんと298円。いなり寿司やうな重まで驚きの安さでした。お財布に優しい商店街でもあるのだ。個人店と思われるブティックや帽子やカバンが所狭しと並ぶお店、昔ながらの町中華、いろんなお店がありますね。食べ物屋さんも多いのだ。でもなんだかテイクアウトのお店がやたらと多いのだ。さっきの吉野家さんもお持ち帰り専門のお店だったね。結構珍しいよね。チキンのお店も持ち帰り専門だったのだ。それにカレー屋さんもお持ち帰りできるのを前面に打ち出してたのだ。グミョウジはテイクアウトの街。門前町だからお参り帰りに買って帰る人が多いのかな。ちょっと気になりましたね。シャッターの降りたお店もあるんですけど、通り全体はとても賑やかで華やかですね。シャッター街とは正反対の元気さなのだ。走行しているうちに反対側の出口が見えてきました。商店街を抜けると市営地下鉄のグミュージ駅です。京急の駅からここまで2つの駅を丸ごとつなぐ商店街だったのだ。見どころも美味しいものも歩いてるだけでも楽しい通りでしたね。ちょうどいい時間だしお昼にするのだ。最近サンマーメンがマイブームなのだ。調べてみたらサンマーメンで高評価のお店がすぐ近くにあるみたいなのだ。ここから大通りに沿って歩いてすぐの場所、3分かからないぐらいのところにあるみたいです。 Google マップによるといつも行列ができる人気店みたいなのだ。まだお昼前だし並ばずに入れるんじゃないかって期待してるのだ。あちらのお店ですね。まさき亭です。行列はなし。店内は人でいっぱいだったけど幸いにもすぐに座れたのだ。注文したのはもちろんサンマーメン、そして餃子も頼みました。いただきます。おいしい。サンマーメンはあんが激アツでやけどしそうになるぐらいなのだ。野菜もどっさりだし、実はその下の麺もかなりの量でした。途中で食べきれるか心配になるほど。餃子もニンニクがガツンと効いていてとっても美味しかったのだ。
両方美味しくて行列ができるのも納得だったね。大満足だったのだ。お店を出ると外に行列ができてました。タイミングが良かったです。サンマーメンですっかりお腹も満たされたのだ。あとは駅に戻って帰るだけなのだ。予定だと地下鉄で帰るつもりだったんですが、せっかくなのでもう一度にぎわう商店街を通って京急で帰りたいと思います。お昼時になってさっきよりも人が増えてきたのだ。どのお店も覗いてみたくなる飽きのこない通りだね。この長いアーケードをずっと抜けた先に歴史ある愚明寺があるって考えるとなんだかかっこいい場所なのだ。お寺の門前からまっすぐ商店街が伸びているんですもんね。門前町ならではの眺めです。さて商店街を抜けたら最後はあの坂を登るのだ。京急の愚明寺駅は坂の上。ここだけちょっと大変ですね。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。